ご注意ですわ。皆様、ご機嫌うるわしゅう、没落系リーマン男性お嬢様の布宮ぬんですわ。本日は私のお仕事終わりのプライベートの様子をちょっとだけ紹介していこうと思いますわ。ぜひ最後までご覧くださいませ。本日は月曜日、今日もお仕事を終えて退勤ですわ。週明けのお仕事って本当に身が入らなくて、ですので私は月曜日は可能な限り定時で上がるようにして徐々に週末にかけてエンジンをかけていくような働き方をしていますわ。オフィスワークなこともあって運動不足になりがちなので、会社とお家は基本的に歩きで行き来するようにしているんですのよ。これだけで片道40分ぐらいは歩くことになるので、日々の運動としてはちょうど良いぐらいになるんですわ。さて、ただいまですわ。玄関に入ると早速ゴミ袋が私をお出迎え、生ゴミ類から発されるガチな悪臭がお仕事で疲れた体に染み渡りますわね。私のお家、廊下は少し狭いんですけれど、その分 1K リビングが少し広くなっているんですわ。物を多く置いてしまいがちな私としては嬉しいポイントですわね。チャンネル登録、高評価ですわ。この動画を撮った時はまだだいぶ暑かったので、帰ってきたらまずは体の冷却が欠かせませんわ。北海道はエアコンがついている賃貸が少ないので、こうやってスポットクーラーで体を冷やしていきますわよ。帰ってすぐ冷風を浴びるだけで今日一日の疲れが癒されていく思いですわね。私の汗の匂いまでしてくるので、しっかりと乾かして揮発させていきますわ。さて、体を清め終わったら家事をこなしていきましょう。と言っても家事はなるべく少なくなるようにしているので、やることは多くないんですけれどね。まずは溜め込んでいる洗濯物を回していきますわ。我が家の洗濯機は48リットルのもので、一人暮らしだとだいたい週1での洗濯になりますわね。昨日まで旅行に行っていたので、その分の洗い物も出してしまいますわよ。洗剤は室内干し用のジェルボールで、壊れたジェルボールを使用していきますわ。こうすると量を測る必要もないので、だいぶ時短になりますわね。柔軟剤を入れて洗濯を回していきますわ。あ、これもう中身ないやつ。ちょっと玄関に置いてた生ゴミの匂いが凄まじいので、ゴミステーションに持って行った上で廊下の消臭ですわ。普段はこのマイクロミストを使っていて、お部屋でジンギスカンをした時とかも大活躍ですわ。お家がゴミ臭くなるのは初めてで聞くかわかんないんですけれど、一旦その辺にぶちまいておきましょう。消臭が終わったら今度は夜ご飯の準備をしていきますわよ。まずは洗い物。キッチンにいた小バエを何とかしてから、シンクに溜まっている 2,3 日分の食器を洗っていきますわよ。食器は基本的にこれぐらいのペースで一気に洗っているので、季節によっては結構えぐい匂いになることがありますわ。あ、リビングに洗い物が散らばっていますわね。奴らも回収して一緒に洗っていきましょう。今年の夏は暑いこともあってか、例年でもあまり湧かない小バエが大量発生した時期があって、まだ残党が少しいたりして本当に困っていますわ。くっさいキッチンですわね。誰ですのこんな風にしたの。ということで洗い物が終わったらいよいよご飯を作っていきますわ。ということで今ゲーミングチェアの上で寝っ転がっているんですけれども、気づいたら気絶していてこの時間ですわ。ご飯を作らなきゃいけないのにお腹が空いて動けませんけれど、気合で起きて頑張りますわよ。ということで本日の夜ご飯ですけれど、昨日食べた後に冷蔵庫に入れ忘れていたカルビとまな板ごと放置していた玉ねぎを炒めていきますわ。ホットサンドメーカーに材料を入れて炒め合わせるだけの簡単な作業。一人暮らしを始める前はあんな料理やこんな料理を作りたいという欲求もあったんですけれど、お仕事が終わった後って何かをする体力が残ってないんですのよね。なのでこういう風に寝落ちして生活が不規則になってしまったり、意図せず不潔生活を送ることになったりするのが最近の悩みですわ。 YouTube を始めてからはダラダラする時間をさらに圧縮しなければならなくなって、まだまだ頑張らねばと思うところですのよ。そんなこんなでカルビが焼き上がって夜ご飯完成ですわ。昨日炊いたご飯を持ってきてミニ焼肉丼でいただきますわよ。美味しいですわ。真夏に放置しただけあって腐ってないか心配になりましたけれど、しっかりと美味しい牛肉と玉ねぎの風味が最高ですわ。ちょっとテーブルが汚すぎるので軽くお掃除。いつもだったら胃にお酒を放り込むところですけれど、今日は休館日なので代わりに野菜ジュースを飲んでいきますわよ。あまりお野菜が取れない日でもこれがあるだけで結構罪悪感が薄れますわね。
そういえば洗濯物も放置しまくっていたので干さなければですわ。かなり長い間置いてたので生乾きにならないか心配ですけれど、まあ最悪明日また回し直せば良いですわね。洗濯物は基本的にお風呂で干しているので、浴槽の上にある物干し竿にどんどん引っ掛けていきましょう。初めてお風呂で洗濯物を干した時、お風呂についている換気扇だけで乾燥までいけると勘違いしてて、翌朝お風呂が地獄臭騒ぎになっていたことがありますわ。なのでそれ以降はこうやって衣類乾燥機を導入して徹底的に対策するようにしているんですのよ。ということで洗濯物を干し終わったらちょっとばかり作業ですわ。本当はこのまま寝たいところですけれど、作業が1ミリも進まない日があるとストレスが溜まってしまうタイプで、可能な限りやることを進めてから寝るようにしているんですのよ。ちなみに今は新作の台本を書いていて、撮影した動画とその中で自分がブツブツ喋っている様子を見ながら私が話す内容を書き入れていますわ。実は編集よりもこの作業の方が時間を食って大変だったり、早い時は2時間あれば書き終わるんですけれど、筆が乗らない時は1週間以上要する時もあって、喋る内容を全て決めてから編集に入るので、このフェーズでずっと止まっていることもザラ。ちなみに今ご覧になっているこの動画も実は台本完成まで3週間以上かかっていて、もっと作業スピードを上げなきゃと思っている次第ですわ。ということで今日分の作業は終わったので、ようやく1日が終了ですわ。シャワーは朝に浴びる派なので、このままお布団に入りますわよ。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。時刻は朝の8時20分。私は普段10時出勤と少し遅めのシフトなので、まだ少し余裕がありますわ。実は目覚ましは10回近くに分けてかけていて、起き上がらないと本当にやばい時間までかけてダラダラしていますわ。あえて早めの時間に目覚ましをかけて2度寝3度寝を楽しみ、8時50分になったら急いで起きるというのがお嬢様流ですのよ。まあそのまま起きられなくて、会社に寝坊していったことも何度もあったんですけれど。とはいえ、昨日の夜ご飯の玉ねぎが残っているので、今日はそれをおかずに朝ごはんを食べようと思いますわ。ということでまずは歯磨き。ところで昨日の夜は歯磨きを忘れたのかという声が聞こえてきそうですけれど、そもそも朝しか歯を磨かないようになって久しいので忘れたわけではないですわ。大学生ぐらいの時にこの癖がついてしまってからずっとこれなんですけれど、そろそろ人としてまずい気がしてきたのでちゃんと矯正していきたいですよね。ちなみに使っているのは電動歯ブラシで、口の開き具合によって音の高さが変わるので、これで歌を歌って朝の地獄の時間から現実逃避してますわ。歯磨きが終わったら今度はシャワーですわ。時間もないので爆速で浴びていきますわよ。ということで本日の記録は2分20秒。本当に遅刻寸前の時は2分以内に収まるので、今日はまだゆっくりな方ですわね。本当はお湯を浴びながら考え事をしたり、ゆっくりと体を温めたいところですけれど、私の入浴からはそういったものは全て排除していますわ。朝の時間は忙しいですしね。頭と体の他に洗顔ソープで顔も含めて全て一気に洗って、一気にお湯で流すスタイルですのよ。時短と水道代の節約で一石二鳥ですわね。こうすると1回の入浴が 2,3 分で済むので、その分睡眠に時間を当てられるというライフハックですわよ。髪を乾かしてお嬢様ひげを剃り、化粧水を顔に塗ってヘアトニックを塗り忘れたので、乾いた髪の上に上書きしていきますわ。そしたら昨日の晩ご飯の残りとお米で簡単に朝ごはんですわね。面倒なのでこのまま昨日の残りを温めていきますわ。あと昨日の反省を生かしてあらかじめ洗い物をシンクに移動させておかないとですわね。こういう日々の小さな成長も一人暮らしの醍醐味ですわ。ということで朝食が出来上がりましたわ。いただきますわ。美味しいですわ。普段は朝ごはんを食べずに睡眠を優先しているのであれなんですけど、こうやってたまに朝食を食べると心なしか活力がみなぎるような気がしますわね。ごちそうさまでした。ということで準備ができたら出発ですわ。今日は雨ですわね。北海道ってあまり雨が降らないので使う機会は少ないんですけれど、こういう時のために折りたたみ傘を常備していますわ。今日は余裕を持って家を出たということもあるので、雨の音を楽しみながら出勤したいと思いますわよ。ということで今回は私のナイトルーティンをお届けしましたわ。皆様にとって参考にできる点があればとっても幸いですわよ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価をお願いいたしますわ。それでは皆様ごきげんよう。待って、風強いって。傘裏返ってるじゃありませんの。これさすがに貧弱すぎ。
朝の骨が折れたのでこのままびしょ濡れ出勤確定ですわ。結論、そもそも編集で何とかできる土俵に立てていない。ですわ。何度だって